お疲れ様です。ロジカル料理研究家ひろさんキッチンです。今日はですね、徹底解説。ビーフストロガノフって結局何です。ビーフストロガノフってよくわからない料理ですよね。今日はですね、発祥の由来、どんな料理なのかでどんな味なのかをちょっと解説していきたいなと思います。まずはですね、ビーフストロガノフの発祥を解説します。ビーフストロガノフってロシア料理なんですけど、諸説がねいっぱいあるんです。その中でも一番有名なエピソードを紹介します。まずストロガノフ家という大金持ちのお家がありました。ここにいたフランス人シェフが開発したと言われています。で、どうやって開発されたかっていうと、このストロガノフ家お金持ちだったので、誰でも来ていいよっていう食事のパーティーを開催したんですね。その時にいっぱいお客さん来ちゃって、材料が足りないよ、牛肉出したいんだけど材料が足りないってことになってしまったんです。で、その時に牛肉薄切りにしてみんなで美味しく食べられるようにフランス人シェフがこの時に開発した、これがビーフストロガノフの大元と言われています。それでは次はですね、ビーフストロガノフってどんな料理なのというのを解説します。ビーフストロガノフって今日本でいうと洋食屋さんの定番という感じで、ハッシュドビーフにサワークリームが乗ったもの、これが一番メジャーだと思うんです。なんですけど、これは日本式のビーフストロガノフなんですね。先ほど紹介したエピソードの大元のビーフストロガノフはサワークリームをたっぷり使ってるので、色は白いというのが本来のビーフストロガノフです。なんですけど、やっぱ時代を経ていくによって、本場でも鶏肉とか豚肉が入ったビーフストロガノフがあったりとか、トマトペーストを加えたビーフストロガノフがあったりだとか、結構多岐にわたりますね。基本的な材料の構成としては、牛肉、玉ねぎ、マッシュルームを使って軽く煮込みで、サワークリームで味付けしたもの、これが一番の大元のレシピです。それでは次はですね、ビーフストロガノフの味の解説したいと思います。味はですね、牛肉のコク、玉ねぎの甘み、マッシュルームの旨み、さらにサワークリームの深いコクのある酸味が加わるという、かなり複雑な味わいの料理です。なので日本でこの料理が近いよっていうものがなかなかないですね。一言でまとめると、深いコク、旨味があるので意外に冬っぽい料理になってます。さて、いかがだったでしょうか。こんな感じでビーフストロガノフ、結構難しい料理かなと思うんですけど、実はですね、簡単に作れるレシピ僕開発しました。また概要欄にあるんですけど、サワークリーム使うの大変じゃないですか。なのでそこをヨーグルトとレモン汁で再現しためちゃくちゃお手軽なのに本場に近いレシピ用意してあるので、またこちらご覧いただけたら嬉しいです。また何か聞きたいことありましたらお気軽にコメント欄書いてみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。